私はどんなことでもある程度はできるが、器用貧乏がせいぜいでね。強いて言うなら、唯一の特技は、暇を潰すことかな。これは拳眼用のレンズだよ。ちょうど順序を整理しているところで、度数の高さで並べ替えている。ああ。メガネがあれば人はくっきりと見ることができるけどね。現実を言うなら、目がよく見えるだけじゃ、全く足りないんだ。レユニオン。彼らとは少しの間だけ一緒に旅をした。結局のところ、人の一生が燃え盛る日だって言うなら、彼らはまだ全く燃え尽きる時じゃないし、私はもういつか風に吹かれて散るのを待つだけの灰だからな。またぼーっとしてた。悪いね。窓の外で霧雨が降ってるのを見ていたんだ。流浪者はこういう天気を憎く思うんだよ。視界が霞んで、足元には泥だまりが広がり、踏み出す一歩一歩が沼にはまっていくような。こいつは比喩じゃない。事実だよ。リンゴネスで学生をやっていた頃に、自衛のためガリア剣術の修練を積んだことがある。中身はストリートでの殴り合いと大して変わらず、ガリアが滅亡する前には失われていたね。なんなら私が、あれを覚えてる最後の一人かもしれないな。私が解放される方法は一つしかないんだけど、それはちょうどロドスの目標と同じでね。だから、ここに残るのを選んだんだ。手を差し伸べ、他人を助ける。そうすれば、毎日少しずつ、終わりに近づいていけるからね。私のひ孫の目は、あいつのばあさんによく似てるんだ。今回あいつは、家族の中の衣類を探しに来たわけじゃないし、私もあいつの老いた姿に苦さを感じることがなくなった。お互いに、そこそこ進歩したってところだね。顔を合わせ、そして静かに別れる。これは、私が想定している君との唯一の結末でもあるよ。こうやって、ちょうどいい角度を探して、適切にレンズを傾け、可燃物に当てると、火がつく。覚えたかな？よろしい。だがこの技を使うのはおすすめしないよ。バーベキューをやりたいときは、屈折で火をつけることを考えて、お天道様の機嫌を伺うくらいなら、普通にコンロを使った方が楽だからね。コントロールのできないフラッシュバックのせいで、仕事に影響が出始めたように感じる。医療部のお嬢さんにメモ帳を持ち歩いて、キーワードを書き留めてからそれらをつなげてみろと言われたよ。それと、誰か記憶の内容を証明してくれる助っ人を探した方がいいと思う。だからここに来たんだ。ドクター、字が見にくいなら、メガネをあつらえてあげようか。ドクター、どうも、ノーエルだ。君らの患者にメガネをあつらえたこともあるし、多少は医者の真似事もできる。これからしばらく世話になるよ。この子は傘を持っているが、戦場に雨が降ってるようには見えないね。ああ、あれはアーツユニットだったのか。このメダルに見合うようなことは何にもしていない。だが、感謝する。私は変わらず死を熱望している。ロドスからもらった援助に報いることなく去るかもしれない。たとえそうでも、君はこの報奨を私にくれるって言うのかな。誰かに合わせて動く経験はあんまり積んでいないんだ。後ろの方に立たなくていいのかな。はあ、行こうか。ついておいて、用件をどうぞ。こっちの準備はできている。ああ、この子たちのことは見とくさ。日差しの角度はちょうどいい。もう少しこらえて。
怪我人は私の後ろにいてくれ。私がいる。私がいるさ。今助けてやるからな。こうした争いに終わりはないんだよ。そうだろ。私たちは、また人を救ったんだね。いいことだ。どうやら君も平凡な人間みたいだ。私がしんがりを務めるから、先に逃げろ。早く。足を休める場所があれば、それでいい。残念ながら、私は年齢が原因の心臓疾患を持っていないんだ。私は眼鏡師だが、自分自身の視力に問題はない。君のことははっきり見えるぞ、ドクター。ここまで近寄らないで大丈夫だ。アークナイツ、どうも、ドクター。今日は君の誕生日だと聞いた。もしろうそくを吹いて願いを唱えるなら、それを誰かに聞かれないようにした方がいい。手ひどく利用されたらことだからね。あはは、冗談だ。誕生日おめでとう、ドクター。ロドス。確かにここは、長く苦しい旅の途上にいる者たちの夜べとなる船みたいだね。この船に乗れば、もうあてなくさまよう必要などなくなり、己の足で残りの時間を歩く必要もない。もし私がもっと早く、いや、そんな可能性などないか。明けましておめでとう、ドクター。かつては、祭りの雰囲気を色濃くさせた家の前を通るたびに、拷問のように感じていた。しかし避けたところで、流れ過ぎた時間について繰り返し気づかされる。どちらにしても、こうした日に感じるべき喜びとはほど遠い。今日は、これまでと違ってよかった。